どうも、ペンテンクルーのタイガです。ニューバランスとエメレオンドレの並びから帰ってきて1時間経過しましたが、届いたんですよ、あいつが。いや、もうねもういい。もうすっかりもうプライド550のことはもう忘れて、もうちょっと届いちゃったんで、早速開けたいなと思います。サムネでもね、皆さん分かってるとは思うんですけど、2002でございます。じゃあ、開けてみよう。I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey. If I want something, I got it. Hey, hey. Oh baby, I don't need love me. Hey, hey. Cause your love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care. I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, I'm telling goodbye. はい、こちらでございます。わー、すげえいい。めちゃくちゃいいですね。なんだろう。第一印象としては軽いなーという印象です。僕たちの動画でね、あんまり使いたくない言葉ではあるんですが、価格も含めて、やばい。すげえなこれっていう印象です。はい。とりあえず、今回購入したのがニューバランスの ML2002RA というお品でございます。RA、カラーリングはグレーを僕は今回選びました。同時発売でブラックの方も出ておりますが、ブラックの方はね、ソールがちょっと白でパキッとしてるんで、なんかちょっとアンバランスかなと思って、僕はこう同系色でまとめ上げられたグレーの方を購入しました。で早速ですね、彼のお話なんですが、彼を語る前に、やっぱり前作というか、元ネタになったスニーカーのお話ししなきゃなと思います。元ネタになったスニーカーっていうのが、MR2002 というスニーカーでございます。こちらですね、2010年に、2000番台の第3作目として、発売されました。当時はね、価格も、タックス含めて35,700円という、かなり高額な価格でね、販売されました。今年出た992とかもね、タックス含めたら、高額32,000円台とか、かななんですけど、当時の消費税よりね、今の方が上がってるんで、めちゃくちゃ高かったんだなという印象です。確かね、僕のいとこが履いてたのかななんですが、かなりニッチな層にしか受けなかった印象です。2010年っていうともう僕はナイキ一辺倒だったんで、ニューバランスは正直全然手を出してなかったです。でもそんな僕でも結構出た当時は高えなと思ったんですけど、やっぱりお金を持ってるようなおじさまとかの方が履いてるイメージでしたね。そういったニューバランスの、ある意味フラッグシップモデルとして発売されたのがMR2002 でございます。MR2002 に関してはやっぱりさすがフラッグシップモデルということで、メイドイン USA で作られました。アメリカメイン州にあるスコヘーゲンファクトリーで、作られました。デザインチームは、スーパーチーム33というですね、ニューバランスのアベンジャーズ的存在の方々が集まってデザインをされました。それだけニューバランスがかなり力を入れて2010年に発売したのが MR2002 でございます。で、その後継機って言ったらいいのかな。その元ネタを新たにいじって今回発売されたのがこの ML2002R でございます。アッパーに関しては当時のですね MR2002 とほとんど変わらないそうです。若干色味が変わっていたりとか各パーツのサイジングがちょっとずつ変わってるそうなんですが、基本的には、10年前のその MR2002 と
ほとんど同じものが使われております。ただですね、ソールユニットだけ今回ガラッと変わっておりまして、パフォーマンスシューズ、ランニングシューズの 860V2 のソールをガチャンコしたのが今回のモデルでございます。なんで当時ここのね部分、他社で申し訳ないんですけど、ちょっとプニプニした、ゲル状のものですね。ここはニューバランスではエナジーとなっております。エナジーが、MR2000 にはフルレングスで入ってたんですけど、今回のこの 860V2 のソールっていうのは、かかとの部分にしか入ってないので、こういった形となってます。見た目的にはほとんど変わりはないんですけど、でもフルレングス入ってることで結構違うかな。なんで今回の復刻と思ってらっしゃる方が割といらっしゃるのかなという印象です。勘違いされてらっしゃる方がいるかもしれないんですが、今回は復刻ではなくソールユニットはまた別のものが付けられております。じゃあ早速ディティール見ていきましょう。まずアウトソールですね。アウトソールこのようなパターンとなってます。ちょっとね、僕集合体恐怖症の僕としては結構ちょっと見るに耐えない形であるんですけど、かなりかっこいいですね。ちょっとメカメカしいようなアウトソールです。黒とネイビーで、まとめられております。アウトソールの部分は、ニューバランスが誇る耐久性、耐摩耗性に優れたエヌデュランスがこちらにも使われております。と、土踏まずあたりとかですね、足の真ん中にはですね、ここはね、スタビリティウェブというのが入ってます。プラパーツなのかな？なんか TPU パーツが入ってます。これもニューバランスのテクノロジーなんですが、一応なんか人間工学に基づいた設計をされてるらしくて、足裏をサポートする機能がここの TPU パーツとなっております。で、続いてミッドソールですね。気になるミッドソール。最初にも言った通り、これは 860V2 のソールがガチャンコされております。僕の大好きな 990V3 のソールにさも似たりな感じなんですが、これもね、ちょっと流線形で、かなり近未来なデザインとなっております。フォアフットの部分がアブゾーブが入っております。で、このゲル状のものですね、ここがエナジーとなってます。で、もう一種類ですね、アクティバっていうのが入ってます。多分このグレーの部分なのかな、ちょっとわかんないんですけど、アクティバというのも入ってます。で、アクティバって実は3種類あって、普通のアクティバとアクティバライト、もう一つがアクティバウルトラライトっていうのが入ってます。ニューバランスのカスタマーの方に教えていただいたんですけど、今回のこの ML2002R に関してはアクティバライトが入ってるそうです。多分このグレーの部分だと思うんだけど、ちょっとわかんないです。そこまで聞けばよかったな。申し訳ないです。はい。ということになっております。で、アッパーですね。アッパーに関してはヌバックとメッシュのコンビネーションとなっております。メッシュはね、このあたりですね、トーボックスのあたりとか、サイドのパーツっていうのがメッシュです。そんなに張りはないメッシュですね。ただ、結構穴が大きいんで通気性が良さそうなメッシュとなってます。で、グレーのレザーの部分に関してはめちゃくちゃ上質なヌバックです。これどうだろうな、放印車製のヌバックなのかな、ちょっと価格帯的にどうかわかんないんですけど、めちゃくちゃ上質なヌバックが使われております。で、ここわかりますかね、銀の部分ですね、シルバーの部分に関しては、これはスムースレザーが使われております。色味がね、若干グレーというか、カーキがかったようなグレーで、プラスこのシルバーとのコンビネーションめちゃくちゃかっこいいですね。で、N ロゴですね。N ロゴ割と小さめとなってます。ただね、N ロゴ抜かりがないんですよね。周りがシームで縫い付けられた刺繍となってて、で、シルバーのレザーに、この N の部分はちょっとプツプツっとした加工がされてるラバーなのかな、そのような素材で、N がかたどられております。めっちゃいいですね。で、サイドのここですね。ここに 2002R の文字が刻まれております。ここはね、残念ながらプリントとなっております。かかとですね。かかとはニューバランスのロゴマーク入っております。シューレースですね。シューレースに関してはややパープル味がかかったような、グレーのシューレースが入っております。ニューバランス独特のちょっと編み上げられたような目の詰まったシューレース入ってます。で、センターのシューレースガードもシルバーのスムースレザーで、シュータンもヌバックとなってるんですが、ここはニューバランスランニングと
書いております。インソールですね。インソールこんな感じです。ニューバランスお得意なインソールなんですけど、立体成形のものですね。で、ロゴの部分ですね、プリントになってるんで、気にされる方、しょうがないとは思うんですけど、多分どうしても剥げていく部分だと思います。インソール剥がした中がこんな感じなんですけど、ニューバランスね、割とこのセンターで、ここのシームが縫い付けられてるものが多いんですけど、これはね、ナイキさんとかと同じような感じで、サイドで縫い付けられてるものになりますね。とにかく早く履いてみたくてしょうがないんで、サクッとちょっと室内で履いてみましょう。はい、履いてみました。すげえいい。めちゃくちゃフィット感ありますね。よいしょ。いい感じですね。今回 25.5、マイサイの 25.5 を選んだんですけど、幅はどうだろうな。990V3 とかと比べて割と細いイメージはあります。ナイキで言うと、なんだろうな、MAX95 とかにサイズ感結構近いのかなという印象です。25.5 で、かなりジャストですね。いい感じだと思います。26でも全然問題ないとは思うんですけど、ゆとり出すぎるのかな、どうなんだろうな。5.5 で僕はかなりジャストです。上から見た感じね、結構武骨ですね。なんかアウトドアシューズ履いてるような感じです。で、そうか、ここリフなんだ。シルバーの部分ね、僕普通のスムースレザーって言ってたんですけど、ここはもうリフですね。リフレクターになってます。すっごいいいですね。上から見た感じがいいです。で、ソールね、アウトサイドとインサイドで全然パターンが変わってくるっていうところもね、この辺りのデザインも面白いなと思います。まっすぐ立った時ですね、全体的にこう体重を乗せた時、なんて言ったらいいんだろう。もう明らかに履いた感じで長時間履いても疲れにくいだろうなっていうような感覚です。ソールユニットがもうガチガチの 860V2 パフォーマンスシューズなんで、全然走れちゃうし、歩いてても問題ないかなと思います。で、かかとの方に体重を乗っけた時にやや外側にこうぐにゃっといくような印象があります。で、内側は結構強いです。アブゾーブが効いてるなというイメージなんですけど、外側にこう体重乗っけた時にエナジーが結構ぐにゃっとしてるのかな。なんか外に倒れるような感じなんですけど、スッとまっすぐ立った時はね、それがいい感じに効いてます。後ろ体重乗っけた時、僕が前にレビューした、ナイキの N354 の、ズームタイプと結構似てるかなっていうような履き心地です。ただあそこまでぐにゃっといくような感覚はないですね。フォアフットの部分は割と硬いイメージです。地面をしっかり捉えるような感覚かなと思います。いいな。いや、かなりいいと思います、これ。僕ずっとグリーンとかカーキ系のパンツが好きなんですけど、これは間違いなく合うかなと思います。で、あと僕の好きなブランドで言うとダブルタップスが僕は好きなんですけど、そういうちょっと土臭いミリタリーとかそういったのにも結構このカラーリングなら合うんじゃないかなと思います。はい、いや、すげえいい。もうすごいな、これ。価格が税抜き16,000円となっております。16,000円でこのクオリティのものって、ちょっと引き合いに出すと申し訳ないんですけど、ナイキさんだと、なかなかないんじゃないかなと思うんで、さすがニューバランスといったところだと思います。いや、いいですね。はい。今年の頭からですね、992がいろんなブランドとコラボでどんどん出てるんで、これから多分ニューバランスも他社のアパレルメーカーとかとコラボするときに、この ML2002 をちょっと使ってくれっていうことで、多分コラボものもどんどん出てくると思うんですよ。で、現時点でね、もう2足かな出てるんで、販路は、このモデルも含めてどんどん展開されていくんじゃないかなと思います。結構抽選販売とかが多かったんですけど、手に入れられた方も数多くいらっしゃると思います。販路が結構広かったっていうのが要因だと思うんですが、手に入れられなかった方も多分ニューバランスさんのことなんで再販繰り返していくと思うんですよ。で、ゆくゆくは多分普通に店頭に並ぶようなモデルに価格帯的にもなって
ってくるんじゃないかなと予想してるんで、はい、手に入れられてなかった方も、ちょっと待ってていただければ多分買えるんじゃないかなと思います。というか、結構皆さんに履いてほしいスニーカーだなと僕は思います。まあでもどうだろうな、ニューバランスの中でも結構、デザインちょっとぶっ飛んでるザ・ニューバランスっていう感じではないんで、好き嫌い分かれるかな、どうだろうな、やけどしちゃうかな、難しいところなんですけど、でも価格帯的には初ニューバランスに結構もってこいなんじゃないかなと思いますね。めっちゃおすすめです。いいと思います。ちょっとね、今回2部構成にしたいと思います。というのも、もう並びで疲れちゃって動画ちょっと作るの大変なんで、実際に外で履いてみたのは明日かな。とりあえず次回アップしたいと思いますんで、ぜひそちらもよかったら見てみてください。今回は ML2002RA の第1弾の動画となっております。というわけで次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.